こんにちは、みなすです。今回は名古屋周辺のカフェを5つ紹介したいと思います。隠れ家的なカフェからコーヒーが美味しいカフェ、そしてレトロなカフェまでいろんなタイプのお店を紹介しているので、きっと行ってみたくなるようなカフェに出会えると思います。それと概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは栄町駅から徒歩6分のところにあるロティカフェさんです。お店は雑居ビルの2階にあるんですが、かなりの隠れ家的なカフェで Google マップで調べていったんですが、一度前を通り過ぎてしまいました。お店に行かれる方は階段の前にある風車を目印にしてください。店内は木のぬくもりを感じる落ち着いた空間になっていて、席数はテーブル席とカウンター席合わせて10席ほどでした。人気のお店なので、土日に行かれる方は予約してから行くのがいいと思います。お客さんの層に関しては、僕が行った時は10代から20代の女性のお客さんが中心で、男性の方はカップルで来ている方が多かったです。一人で入るには少し勇気がいるんですが、カウンター席もあるのでテーブル席だけのカフェと比べると一人でも入りやすいと思います。メニューに関してはランチメニュー、ケーキメニューとドリンク単品のメニューがあって、このお店はプレートセットのオムライスが有名だったので、今回僕はプレートセットを頼みました。味に関してはふわふわの卵としっかりと味付けされたケチャップライスがマッチした美味しいオムライスで、女性だけでなく男性も好きな味だと思います。また値段に関しても、こういったカフェでランチやケーキセットをいただくと大抵1000円以上はかかってしまうので、スープもついて900円はお得だったと思います。ただ僕が行った時は支払いは現金のみだったので、普段キャッシュレス決済を使っている方は注意してください。皆さんも隠れ家的な空間で美味しいオムライスを楽しんでみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのは名古屋駅から徒歩6分のところにあるグリッチコーヒーさんです。このお店は9アワーズというカプセルホテルの1階に店舗があって、ホテルを利用しない方でもカフェ利用をすることができます。店内はコンクリートと穏やかな間接照明が相まったスタイリッシュな空間になっていて、席数も20席以上あったので予想以上に広かったです。そして嬉しいことに、このカフェには電源と Wi-Fi があるので、混んでいない時には作業する際のカフェとしても利用することができます。お客さんの層に関しては40代、50代の男性から若い女性まで幅広くいたので、どんな世代の方でも入りやすいお店だったと思います。このお店の特徴なんですが、グリッチコーヒーさんは東京が本店のカフェで、限りある時間のための価値ある一杯を提供するをコンセプトに、こだわりのスペシャリティコーヒーをいただくことができます。このスペシャリティコーヒーは、一般的なコーヒーがケニアの豆でもいろんな農園の豆を混ぜたものを使用しているのに比べて、たった一つの農園で採れた豆だけを使用しているので、味にばらつきがなく、豆本来の味わいを楽しむことができます。ただ、スペシャリティコーヒーに使用される豆は手間がかかっている分、市場全体の 7% しか流通していないので、コーヒーチェーンのコーヒーに比べると価格は高いです。メニューに関してはコーヒー1杯800円からで、より貴重な豆を使用しているコーヒーだと1杯1600円のものまでありました。農園ごとにコーヒー豆を仕入れているので、日本でもグリッチコーヒーさんでしか飲めないコーヒーもあるそうです。焙煎具合に関しては、豆本来の味わいを楽しんでほしいという思いから浅入りと中入りの豆を使用しています。なのでフルーティーな酸味が特徴で、僕がいただいたものも角のないまろやかな酸味の美味しいコーヒーでした。喫茶店でいただくような苦味のあるコーヒーが好きな方は、このお店ではいただけないので注意してください。皆さんもぜひこだわり抜かれた美味しいコーヒーを味わいにグリッチコーヒーさんに行ってみてください。ここでちょっとした PR なんですが、関西に旅行に来る方向けにおすすめのカフェや神社仏閣を紹介するサービスを始めます。あくまで内容は旅行の計画を立てるものではなくて、ここ行くんだけど近くにいいお店知らないという感じです。やっぱり旅行でもデートでもそうなんですが、行ったことのない場所のお店を自力で探すのって難しいと思うんですよね。ネットで調べて行ってみたんだけど案外そんなに良くなかったみたいな経験ありませんか？僕は関西のカフェを200軒以上回っていたり、京都の神社仏閣巡りも趣味でしているので、観光の際に参考になるんじゃないかと思います。
なので限られた時間の旅行をより充実したものにするためにも使ってもらえたら嬉しいです。興味のある方は概要欄の URL をチェックしてみてください。続いて紹介するのは名古屋駅から徒歩14分のところにある喫茶ゾウメシさんです。このお店はゾウのクッキーが乗ったクリームソーダと味噌を使った料理が特徴的なお店なんですが、実は京都にもお店があります。なので名古屋まで足を運べない関西に住んでいる方は京都のお店もおすすめです。店内は昔ながらのレトロな喫茶店で、お店自体は2017年にオープンしているんですが、以前営業されていたお店の雰囲気を大切にしているそうです。席に関してはテーブル席が基本で30席以上あったので、喫茶店の中でもかなり広いと思います。またテーブル席の中には2人掛けの席もあったので、1人でも入りやすいお店でした。お客さんの層に関しては家族連れの方からサラリーマンの方、お年を召した方まで様々いて、幅広い年代の方がいました。僕が行ったタイミングも関係あると思うんですが、京都のお店は若い方が多かったので、地域によってお客さんの層が違っていたのは驚きました。メニューに関してはドリンクは看板メニューのクリームソーダに始まり、コーヒーや紅茶など定番のものまでありました。クリームソーダは700円ぐらいして少しお値段張るんですけど、他のドリンクはだいたい500円前後で飲むことができます。フードに関しては味噌カツプレートや味噌煮込みうどんなど味噌を使ったメニューが充実していました。他にも定番の卵サンドなどもあったので、昼食から軽食までいろんなシチュエーションで利用できると思います。一つ注意点があって、僕が行った時は支払いは現金のみだったので、電子マネーを普段使っている方は気をつけてください。今回僕はクリームソーダを頼んだんですが、甘すぎないソーダとあっさりとしたバニラアイスがよく合わさっていて、とても美味しかったです。皆さんもぜひ喫茶ゾウメシさんに行ってみてください。続いて紹介するのは市役所駅から徒歩5分のところにある QOL コーヒーさんです。交差点の角にある綺麗な青い外観のお店で、店名の QOL はクオリティオブライフの略だそうです。このクオリティオブライフにはコーヒーの楽しさや美味しさを伝えていくことで、お店に来てもらった人の生活をより豊かにしたいという思いが込められています。そういった思いから QOL さんでは世界中から厳選したコーヒー豆を毎日少しずつ店内で焙煎しています。また名古屋出身のオーナーはオーストラリアのメルボルンでバリスタの修行もされたことがあるそうです。店内の紹介なんですが、お店は1階と2階に分かれていて、カウンターとテーブル席合わせて27席ありました。お客さんの層に関しては男女問わず若い方からお年を召した方までいろんな方が来ていて、一人でも入りやすいお店だったと思います。また店内には作家さんの作品も期間限定で展示されているので、ゆっくり見てみるのもおすすめです。メニューに関してはフードはピザトーストのような軽食もあったんですが、基本的にはコーヒーと焼き菓子が中心の内容になっていました。今回はトーストを頼まなかったんですが、もし頼んだことがある方はおすすめのトーストやフードを教えていただけると嬉しいです。価格はコーヒー1杯490円からと、スペシャルティーコーヒーを出すお店の中ではリーズナブルで、ケーキと合わせても1人1000円前後で利用することができます。僕は今回コールドブリューをいただいたんですが、すっきりとした酸味とコーヒーの香りもあって美味しかったです。皆さんもぜひこだわりのコーヒーをいただきに QOL コーヒーさんに行ってみてください。最後に紹介するのは名古屋駅前の JR ゲートタワーの15階にあるスタバです。名古屋に住んでいる方は知っている方も多いと思うんですが、日本で一番高いところにあるスターバックスです。席数は162席あって予想以上に広かったんですが、名古屋駅がすぐ隣にあるのでかなり混んでいました。また162席のうち62席はテラス席なんですが、テラス席は緑もありながら開放感もあったので、晴れている時は特におすすめです。メニューに関しては一般的なスタバと同じだったんですが、東京のスターバックスリザーブの豆を買うことができるので、コーヒー好きの方はぜひ試してみてください。ちなみに全国のスターバックス1655店舗のうち62店舗でしか取り扱っていないみたいです。ここで余談なんですが、以前変わった関西のスタバ10選という動画を作ったので、
スタバ好きの方はぜひチェックしてみてください。本当にいろんなスタバがあって、僕は特に伝統的な日本建築を利用した二年坂のスタバと美術館のようなバルのスタバが好きでした。全国にもリージョナルランドマークストアと呼ばれるその土地に根ざした変わったスタバがまだまだあるみたいなので、いつか全部回ってみたいと思います。皆さんもぜひ JR ゲートタワーのスタバに行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった人はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直いただけるととても嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。